こんにちは、ダイヤル11のちえです。隔離が明けてやっと韓国を観光できます。今回私が訪れるのはカンウォンドの海沿いの町ソクチョです。ソクチョへは首都ソウルから高速道路で約3時間ほどでアクセスできます。日本人にはまだマイナーですが、実は韓国内でとても人気のある観光スポットなんです。まず向かうのは今年3月にオープンしたばかりの新名所。見えました、大きな観覧車。直径65メートルの大観覧車、乗ったらどんな風景が見えるんでしょう。チケットを購入して列に並びます。あ、海が見える。海水浴場のすぐ手前なんですね。天気にも恵まれて最高の景色。海がとっても綺麗です。てっぺんに差し掛かるあたりで陸側を振り返ると、高層マンションの奥に綺麗な山嶺が見えます。韓国で3番目に高い山、ソラク山です。人気観光地となり、近代的な建物がどんどん増える一方で、昔ながらの街並みもまだ残っています。景色を見るのがとにかく楽しい、あっという間の15分間でした。ここでソクチョの海側の絶品海鮮レストランを1軒ご紹介します。看板の絵からわかる通り、タコ料理の専門店。大きなタコの足と新鮮な魚介、牛肉、野菜がたっぷり。これを鉄板のスープの上でぐつぐつ煮ていきます。煮立ってきたら店員さんが具材を混ぜて、ハサミで豪快にカット。これで出来上がりです。どの魚介も身がプリプリ。辛いスープと海鮮の出汁が染みてて、もう泣きたくなるほど美味しいです。熱々コリコリのアワビも最高。スープの色は結構赤いですが、見た目の印象ほど辛くなくて、旨味の方がしっかり感じます。そして締めはまずグクス、日本でいうところのうどんですね。そしてもう一種類は混ぜご飯。キムチや韓国海苔も一緒に豪快に混ぜて、
韓国風チャーハンボックンパの出来上がりです。私は韓国料理のこの締めが本当に好きなんです。マジで美味しい。東大やアバイ村など観光スポットからも近いこちらのレストラン、ソクチョに来たらぜひ訪れてみてください。続いてやってきたのは、これまたソクチョならではのグルメが味わえるスポット。すごい数の人、そしてお店が並んでいます。ソクチョ観光水産市場は海沿いの町ソクチョの新鮮な魚介をはじめ、さまざまな地元グルメを食べ歩きできる観光客に大人気のスポットです。このボックスが積み上がっているお店はソクチョ名物タッカンジョン、甘辛い味付けの鶏の唐揚げです。このお店はオジンオパン、イカパンと書いてありますね。フォルムがイカで、中身はチーズや野菜、あんこなどいろいろあるみたいです。美味しそう。こっちは天ぷら。あ、明太子、後で買わなきゃ。そして魚介のエリア。イカの水槽と大きなホタテ、新鮮なお刺身の盛り合わせも。やっぱりフィリピンと比べると食材が日本とかなり近しいですね。こっちにはカニ、そしてたくさんの種類の魚。もうただうろうろするだけでも楽しいです。たくさん歩いてお腹が減ってきたところで、市場の中にある食堂の一つに入りました。こちらでいただくのはソクチョ名物オジンオスンデ。オジンオはイカ、スンデは腸詰めのことです。一般的なスンデは豚の腸に具材を詰めるんですが、オジンオスンデはイカの胴体に具を詰めます。中に入っているのは刻んだイカの足やもち米、野菜など、こんな風に卵で巻いてあることもあります。実はこのオジンオスンデはもともとは北朝鮮地方の郷土料理で、朝鮮戦争以降にソクチョへ避難してきた人たちによって広まりました。ソクチョは南北軍事境界線、通称 DMZ の約62キロ南と近い位置に立地しているんです。ちなみにソクチョ最寄りの DMZ も観光可能で、望遠鏡で北朝鮮側の景色を鑑賞できます。北側から避難してきた人たちによってできたのが小島に立地するアバイ村。ドラマ「秋の童話」のロケ地としても有名になりました。ここも人気の観光地ですが、当時の雰囲気を残す昔ながらの住宅も残っています。村への行き来にはケッペと呼ばれる手動の渡し船が今も使われていて、乗客も一緒に動かすのが面白いです。そんなアバイ村の名物でもあるオジンオスンデ、イカの風味がたっぷりでとっても美味しかったです。これもソクチョに来たら外せないメニューですね。さて、ここで山側のカフェも一つ紹介したいと思います。いかにも韓国カフェっぽい可愛らしい内装。ドリンクと軽食がいただけるほか、ジェラートやパンも売っています。あ、塩パン。韓国ではここ数年、日本風の塩パンが大人気なんだそうです。さらにお庭のテラス席からは山の景色がとっても綺麗に見えます。観覧車からも見えたソラク山。周辺は広大な国立公園になっていて、トレッキングが楽しめるのはもちろん、ケーブルカーでも標高700メートルまで登れて、神秘的な山の景観を鑑賞できます。私のおすすめシーズンは秋。紅葉が本当に見事です。山のふもとには韓国大統領や各国の大使、そして数多くの著名人が宿泊してきたケンシントンスターズホテルがあります。
イギリス風の格調高いインテリアや著名人たちの所蔵品コレクションなど見どころが満載で、こちらもおすすめのスポットです。大自然に囲まれたとっても美しい街ソクチョ。韓国で海と山両方を楽しみたいときはぜひ訪れてみてください。もともと1週間の予定できた韓国でしたが、陽性隔離で丸1週間潰れてしまい、延長した1週間は仕事も詰まっていてあまり観光ができませんでした。そんな中でもソウルの街を少し歩いたり韓国グルメを楽しんだりしてきたので、ダイジェストでご紹介します。とにかく美味しい韓国ご飯。まだまだ食べたいもの、行きたいところ、紹介したいところがたくさんあったんですが、後ろ髪を引かれつつフィリピンに戻ります。私は今回韓国側のノービザ入国再開措置によって韓国に行くことができました。
日本も10月からノービザ入国再開の見通しが報道され始めています。一日も早く以前のようにお互い気軽に行き来できる日が戻ってきてほしいなと思います。